皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は新ニーサについて取り上げようと思います。このチャンネルでは主に政治的な話題をしているのですが、特に海外の話が中心となっています。しかし、私の関心は別に海外だけではなく、日本国内の政治や経済についても同様に大事だと思っています。ここに来て NISA 制度が新しくなり、多くの人々の関心も集まっていることから、経済金融についての話もこれからは動画にしていこうと思います。国際情勢の話を聞きたいなという方に関しては、こうした経済に関心がないかもしれません。しかし、私たちの日常生活を支えるお金の話は非常に重要で、経済的に苦しいのに、今の政治を変えようとしても、なかなか活動がうまくいくわけではありません。また、時には考え方も歪みがちになってしまいます。お金がない状態の時には、非常に視野が狭くなるといったことが多くの人に起こります。例えば、私がこんなに生活が苦しいのは今の政府の政策が間違っているからだ。政府は私を助けるためにもっともっとお金を使うべきだと、そのように自分の生活について自分でどう改善するかを考えるのではなく、まずは政府が悪いし、今の生活を変えるには政府が自分に何かをすべきだといったような考え方に凝り固まってしまう人が時たま現れてしまいます。またそのような人々を量産しようとする政治的な勢力なども実際に存在します。ですから冷静に今の政治状況を考えるときにも、やはり自分自身の生活環境、経済状態を安定させることは非常に重要なことなのです。そして国際情勢の話とも関連するのですが、日本国内の経済状態というのは日本の中だけで話が成立しているわけではありません。日本は開かれた国であり、経済的にも世界とつながっています。ですからお金のことを考えるときには必ずように日本の中のことだけではなく、世界のこともやはり同じように少し知っておく必要があるのです。さて、それでは新ニーサについてお話ししますよと言いましたが、新ニーサとは一言で言えば、株式や投資信託などを買った際に利益を確定したり、分配金や配当金などについて課税しないといったものです。通常であれば利益が出たのであれば 20% 課税されるのですが、それがなくなるというわけです。ですから資産運用を考える上では非常に有効な制度なのです。しかもこの制度、総額で1800万円まで枠があるので、ほとんどの国民にとってはこれで十分なほどの制度となっています。株や投資信託を買ってそれに伴う利益が出て課税されないというのであれば非常に有効なという話をしましたが、この話を聞いて、ああなるほど納得だと思って NISA 口座を開設する人が駆け込みの申し込みをしているところです。それに伴って YouTube 上の動画においてもこうした金融経済新 NISA 関連の動画といったものが数多く投稿され、それらの再生数は非常に多くなっています。それだけ多くの人々が新しく株や投資信託を購入しようと考えているわけです。なるほど、世間一般ではそのような話題が盛り上がっているのかと思われるかもしれませんが、実はそこには一つ落とし穴があります。先ほど私自身が多くの人が駆け込みで申し込みをしていると言いましたが、実際日本全体で見てみればあまり大きな話題となっていません。例えば新 NISA の口座は現在時点においてようやく2000万口座に届くか届かないかぐらいだと言われています。NISA 口座は証券会社、銀行、信託銀行や郵便局などでも作られ、様々な窓口において NISA 口座を開設しませんかといった今大々的なキャンペーンが各地で行われています。日本の人口 1.2 億人の中で2000万口座ですから、未成年の人たちが関心がないのは仕方がないとしても、多くの大人たちの中でみんながみんな口座を持つような状況でもないわけです。だからこそ新 NISA についての知識を深めることは、自分自身の生活を豊かにするための非常に重要な知識としてあなたの生活にも必ず良い貢献をするはずです。しかし NISA 口座で株式や投資信託を買うと言われても、それらについてギャンブルだというふうに思い込んでいる人はいるでしょう。それははっきり言えば無知がもたらす間違いです。株や投資信託といったものを買うときにギャンブルだと考えるのは、そのようなギャンブルのような扱い方をしているからです。
私たちは資本主義経済の中で生きています。この社会においては多くの民間企業がサービスを展開しており、それらの企業の中から株式上場を果たしてより多くの資金調達を行い、さらにサービスを発展させようとする、そのような動きが様々見られるものです。経済には好景気不景気とあるわけですが、そのような不景気の波を乗り越える形で世界経済全体は成長を続けてきています。株や投資信託といったもの、目利きさえちゃんとしていれば、基本的には世界経済の発展に伴って資産も増やすことができるというのが、ギャンブルではない投資の仕方があるということです。日本においてはそのような投資といったものは多くの人々から敬遠されてきました。日本人は貯蓄が大好きだと言われ続けてきました。このことそれ自体はある環境下においては全く問題がありませんでした。それがデフレ経済下です。デフレ経済下においては物の値段がだんだんと下がってきます。特にこれといって現金に何かしなくても年月の進行に伴ってより多くのものを買うことができます。ところが世界経済全体で見た場合においてデフレ経済といったものはちょっと特殊で、むしろ多くの国々においてはインフレが進行していきます。インフレというのは少しずつ物やサービスの値段が上がっていくような状況です。給料もそれに合わせて上がっていくのであれば、物の値段などが上がっていたとしても別に問題はありません。インフレというのはそれが行き過ぎた時には問題になるのであり、インフレそれ自体が悪いわけではありません。そして世界中においてインフレといったものが過熱した状態というのは、それをなんとか抑えようと各国の中央銀行が金利を様々いじってなんとか調整しようとするものです。日本においても円安だ円高だといった具合にして為替についての話が時々出ます。現在の日本は円安が進行しており、一時は1ドル150円を突破し、現在では1ドル140円ほどになっています。経済状態とともにこうした金利差、様々な世界経済を動かすような突発的なイベントなどによっても為替は変動し、経済状態の内外差といったものも移り変わっていくものです。そして世界中においてインフレが徐々に進行してくる中にあって、日本のデフレもようやく少しインフレ気味の方向へと動き始めました。日本の場合だとどちらかというと燃料高や穀物相場の上昇などによるコストを理由とした上昇が見られるわけですが、理由は何であれデフレからインフレへと移ることにより物の値段が上がるようになってくると、何もしないお金というのは年月が経つとこれまで買えていたものが少しずつ買える量が減ってくるということになります。ですからインフレに追いつこうと思えば現金だけで持つのではなく、お金も少しずつ増えるような運用といったものを考える必要が出てくるのです。それではちょっと前置きは長くなりましたが、じゃあ新NISAって一体どんなものなのかについて少し解説しておきましょう。新NISAの制度は総額では1800万円まで株や投資信託 ETF などを購入することができます。月々の積み立てていく積み立て投資枠、その都度購入する成長投資枠といったこの2つによって NISA の投資枠は定められています。1年間に投資できる額は最大で360万円、積み立て投資枠が120万円、成長投資枠が240万円です。積み立て投資枠というのは月々いくらかを購入し続けるという形で投資を行っていきます。成長投資枠は買いたい時に自分の余裕資金などを元にしてその都度購入していくものです。こうした積み立てたりその都度購入したりといった形で株や投資信託を買っていくのですが、それらについて何年でもいいから利益について非課税だよというのがこの NISA 制度の良いところです。そして成長投資枠の場合だとどうしても何を買おうかといったことが非常に難しい問題があります。これまで投資をしてこなかった人にしてみれば、どこの会社の株を買えばいいのかわからないのに買うというのはまさにギャンブルそのもので、そのような投資は控えた方が良いでしょう。一つ一つの会社について調べたりするといったことを行わないで企業の詰め合わせパックを買うことができます。例えば今積み立て投資枠で最も人気なのが全世界株式オールカントリーオルカンと称されるものが最も人気があります。どこかの国が発展する経済の中心になるというのは今はアメリカが中心ですが、10年20年30年40年と年月が伸びていけば世界経済の中心地がどこに移るかは定かではありません。未来のことは誰にもわからないからです。
そうした場合において、世界各地に幅広く分散投資していれば、お難しいことを考えるのは自分ではなく、投資信託の運用者に任せることができるわけです。そして、オルカンと呼ばれるような全世界に投資するものではなく、いやいやアメリカが世界経済の中心であり続けると考えるのであれば、全米株式と言われるようなアメリカの株式市場の指標に連動するような投資信託を買うのが人気です。政治の関心の高い皆様なら少し経済の動向についても考えているはずです。日本経済についてこれからも全体としては横ばいになってしまうのか、それとも上向きなのか、それとも衰退してしまうのか、考えは人それぞれでしょうし、その考えに見合った選択を金融商品にも反映することができます。そうしたわけで日本の中においては、今の政治状況を考えると、日本企業を後押しするような経済政策はあまりないのではないか。日本企業それぞれの戦いにおいては、どうしても強力な政治のバックアップがあるような国の方が良いのではないか。そのように考えるような人たちは、日本以外に投資することを選択する人が多いです。例えば日経平均といって日本の株式市場の指標があるのですが、現在では日経平均は高くなっていますが、少し前であれば日経平均というのは非常に絶望的な推移をしていて、長期的な投資には向かないと考えられていました。それに比べるとアメリカ経済は非常に右肩上がりで順調で、1950年以降のどの段階においてもアメリカの株式市場の指標である S&P500 に投資した場合においては、10年、15年、20年と長期投資さえしていれば、どこの地点で買っていたとしても、ほぼ利益が乗るといった形で資産運用に向いている指標だと事実として証明されています。それに比べると日本経済というのはバブル景気以降においては没落した状態からようやく上がってきたといった具合にして、その浮き沈みというのは信頼性が低いがためにどうしても投資先としては敬遠されがちです。そのために NISA 制度において積立投資枠の設定ができるのですが、現在のところオールカントリーかもしくは全米株式かといった具合にしてお金は海外へと流出しがちです。ただそうした日本国内のお金が海外に出ていくというのは少し残念ではあるものの、しかしそれは日本政治に対する信頼感のなさといったものがあるのであり、個人の選択としては私は仕方のないことだと思います。私自身も NISA 口座は持っていて資産運用は行っていますが、基本的にはアメリカの投資信託や ETF を選ぶことが多いです。アメリカと日本との間における経済的なその発展の伸びしろはどうしてもアメリカの方が魅力的に思えるものです。どのようにして日本からどんどんお金が出ていくというのは少し問題だなとは思いますが、同時に貯金大好きな日本人、お金が死んだままになっている状態というのはあまり経済的にも良いわけではありませんから、少しでも多くの人々が NISA 口座といったものを持ち、そこで資産運用を行って利益を上げるようになれば、結局のところ老後の不安がなくなる人が増えるであるとか、運用益に課税されないといったことから利益が出た人がそのお金をまた日本で使うといった具合にしてお金の巡りは良くなる可能性があります。もちろん NISA 口座といっても購入するのは金融商品ですから、決してリスクがないわけではありません。特に短期売買する方にはどのような金融商品を買うにしてもそのリスクは非常に高くつくものです。NISA 口座は利益に対する課税がされないというのですから、基本的には利益が出るまでずっと待ち続けるようないわゆる長期投資向きの商品を買うのが私は前提だと思います。というわけで今回は新 NISA についてのお話を少ししました。この話はあくまでも最初の部分だけであり、NISA 口座を開設したとしても一体何を買えばいいんだろうかといったいわゆる具体的な話については今回は行いませんでした。しかしデフレ経済からインフレ経済へと変化することにより、現金について何も運用しなければ物価が上がっていくのだから、お金の価値全体としては目減りすると考えた方が良いです。このようなインフレ経済になった時には現金ではなくそのお金を運用することを考えた方が良いでしょう。そして NISA 口座というのは1800万円まで投資することができます。年間のくくりとしては積立投資120万円、成長投資枠240万円、合わせて360万円が1年間の最大の投資枠ですが、これは
多くの国民にとっては十分な額の投資枠であり、資産運用を行うことによって、若い人の場合であれば、長い時間の投資期間を持つことにより、より損をしない確率を上げることができます。もちろんそのためには、どのような金融商品を選ぶかといった問題は発生しますが、全世界株式のような、いわゆる世界経済全体が右肩上がりだろうという前提に基づく投資といったものは、10年、20年といった長い投資期間であればほとんどの場合、負けることはありません。また、こうした話をすると若い人向けだけの話かと思うかもしれませんが、50代、60代、70代の人たちも金融資産を運用すれば課税されないメリットといったものは確実に役に立ちます。そして政治的な話題として最後に言及しておかなければならないのは、このような1800万円までは課税しませんよという枠が今回設定されたのですから、今後の展開としてはそれよりも上の部分、いずれはNISA枠の外の金融課税といったものが上げられるか、もしくは一般的な所得税と合流していくといったことを想定しなければなりません。一般的な所得税というのは累進課税、20% 以上の課税も当然のように範囲に入ってきます。一般国民が1800万円までの金融資産を持つのであれば、それ以上については特にお金持ち向けの課税を強化するといったことは十分考えられます。そもそも金融所得課税というのは 20% で抑えられてきました。年間で1億円儲けた人も、年間で10億円儲けた人も、50億円儲けた人もみんな 20% です。もちろん金融資産というのは値下がりする、損をする確率もありますから、その分だけ税率が低く抑えられていた面はあるのですが、一般的な所得税に比べれば課税率が低かったというのはお金持ちにとってはメリットになっていたのは事実であり、その部分について増税される可能性は十分あるといったことは考えておくべきでしょう。そしてこのような制度内において課税されない人々がいるということは、逆に言えばこの制度を知らない人はこうした税制優遇といったものの恩恵を受けられないわけであり、お得な制度を使えないという意味では損をしているとも言えます。NISA 制度についてぜひとも関心を持ち、資産運用について考えてみてください。というわけで今回は国内の政治的な話題の一つとして新NISAを取り上げました。こうした制度について知ることによって自分自身の生活改善にぜひともつなげていってください。なお、こうした金融経済の話は政治的な話題と少し毛色が違うので、いずれは別チャンネルでそうした動画だけのチャンネル運営もちょっとしようかなとは思っています。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。